人権環境問題ゆえに製品やサービスが市場から排除される時代が到来している。具体的に言うと、兵庫県庁前で旭日旗持ってブラック差別とか障害者差別やってるようなプチ共栄中とか吉田とか邪魔なんです。社会の邪魔なんです。そしてそれを許容している斉藤元彦みたいな人権の字の字もわからん人間は邪魔なんです。自民党がやろうとしている外国人の法人に個人経営の店に資本金3000万円を要求する。差別は金儲けの邪魔なんです。他国の人が自国の人間よりも劣ってるという人間に金儲けはできません。この記事を読もうと思って読めなかったんですけども、28日火曜日です。これも田舎の人には耳の痛い話です。僕がずっと言うてることです。日経新聞の27面、経済教室のところに載ってた話なんですけども、森浜田の、塚田先生という弁護士さんが、こういうのを森浜田が書く時代になったんですね。2011年に成立した国連のビジネスと人権に関する指導原則は、サプライチェーンでつながる限り、自社グループ外の取引先についても人権リスクに対処する責任を企業は負うという考え方を世界に広げた。UNGPS って言うんですけど、UNGPS の各世界を実現する法制度が各国で登場していますよと。欧州ではサプライチェーンを対象に企業に人権環境デューデリエンスを義務付ける法制が整備され、違反企業には制裁金を課す制度も導入されている。アメリカ、カナダでは強制労働が疑われる製品の輸入規制が導入強化され、欧州でも同様の規制が27年12月に適用開始される。こうした法制化の動きはタイなどアジアなどにも拡大しつつある。人権環境問題ゆえに製品やサービスが市場から排除される時代が到来している。俺がずっと言ったのはこういうことなんですよ。差別は資本主義の敵や言うてのはこういうことなんです。レイシズムは資本主義の敵なんです。中国人、韓国人の悪口言うてる奴らは、中国人、韓国人に悲しい思いをさせて迷惑なんではなくて、我が国の金儲けを邪魔にする売国度なんです。人のことを差別する奴は、差別された人の心を傷つけてるから悪なんではないんです。他人の金儲けの邪魔をしてるから悪なんです。みんなが貧乏になるようなことをしてるから、中国人出ていけとか韓国人出ていけとか言ってる奴は邪魔なんです、社会の。田舎の人間を小豆島に集めて、小豆島の上にツァーリーボンバーを落としてみんなせと言うてるのはそういうことです。我が国の経済発展を阻害しているのは、人を差別する連中です。邪魔なんです。具体的に言うと、兵庫県庁前で旭日旗持ってブラック差別とか障害者差別やってるようなプチ共栄中とか吉田とか邪魔なんです。社会の邪魔なんです。そしてそれを許容している斉藤元彦みたいな人権の字の字もわからん人間は邪魔なんです。自民党がやろうとしている外国人の法人に個人経営の店に資本金3000万円を要求する邪魔なの。お商売の邪魔なんです。邪魔なんですよ。みんな貧乏になんねん。で、さらにどれぐらい愚かなことをやってるかで、経済的に自民党が愚かなことをやってるか言ったら、今度ね、日本に永住権を求めてくる外国人に求める要件が、日本人の平均年収よりも上の人間だけに限るというプランが出てるんですよ。これはいかに愚かかわかります？何で測るのそれ。何で測るのその。日本人の平均年収よりも上か下かって。何で測るのそれ。円で測んのやろ。これ何？為替の相場によって来れる人と来られへん人毎年変わんの？基準のレートはどこ？アメリカとドルと連動している通貨って世界中にいっぱいあるんですけど、特に発展途上国で多いんですけど、ドル換算にしたら、為替で日本人より大概平均年収上になってまうで。わかる？差別がね、社会を弱体化させるってのはこういうところに出てくるんですよ。これ、田舎の人からすると、日本人の平均年収よりも上の人間でないと日本に来たらあかんやったら、すごいほんまやーってなるんやと思うの。でも冷静に考えてみんや。俺、20歳の頃、1ドル89円やった。今170円。ほぼ倍です。この30年で、円の価値半分に下がってんね。円の価値半分に下がってるんですよ。ハビングセットだと。
日本人の平均年収より上って何かね。それどういうことなんそれ。で、日本人の平均年収でなんぼなん。日本人の平均年収ってパッと数字でできへんからなんぼなん。477万5千円だそうです。これは額面なんか手取りなんか知らんけども。477万5千円。で、まあ約500万と計算したら、どうすんのこれ。年収500万なんでしょ ?500 万円ってことは米ドルにすると、約3万1000ドル。年3万ドル言うたら、言葉悪いけど、年3万ドルの年収でアメリカ人って言うたら、日本のメディアがトランプを支持する貧困にあえぐ白人男性の年収です。日本のメディアが黒人なんかよりも貧しくて、黒人なんかよりもひどい生活をしている白人がアメリカにはたくさんいて、そういう人たちがトランプを応援しちゃってるんですって書いてる年収がこれぐらいです。で、これドルベースで計算すると、おそらく韓国の生活保護レベルを下がってます。ということは世界中の人がほぼ来れる。日本人の平均年収よりも高くないと外国人は来てはいけないとルールを作れば、田舎の人はこれで日本人の平和が保たれるとか考えるんでしょうけども、そういうことを考える人が来てほしくないような外国人でも来れる基準です。で、これが差別であり社会を弱体化するっていうことは、あなた方が世界の現実を見ていないということです。それはすなわち政治の劣化なんです。単に恥かいてるだけです。これでハードルになっただろうと思ったら、よその国へ行ったら生活保護レベルの年収なんです。これ、なんかすごい高いバウンダリーを設けたように見えるけど、ドル換算したら、よその国行ったら生活保護レベルやったりするんですよ。どんな恥ずかしいことしてんのそれ。で、それで田舎の人は自民党すごいとか、これで移民がやってこないとか言うてるんでしょ。アホよね。という麻薬みたいなことになってしまうんです。何考えてんの？差別は金儲けの邪魔なんです。他国の人が自国の人間よりも劣ってるという人間に金儲けはできません。国籍が違うだけで自分よりも劣っている。エスニシティが違うだけで自分よりも劣っているなんていうことを考えてしまうような能力の低い人間に資本主義は生き残れません。どの女の股から出てきたかだけを誇るような人間は能力だけが問われる資本主義の労働マーケットで生き残れません。自分が生まれてきた国籍を誇ること、自分が生まれて親しんできた文化を誇ることは、究極的に言えばどういうことかというと、僕はあの女の人の股の間から生まれてきましたということを大声で叫んでいるだけです。それに何か価値あるんですか？その結果どういう社会が生まれたか言ったら、アメリカの入国管理で女の子が入国できない国になってしまったんです。まあこれ昨日今リンク貼ってくれてる人がいるんで 見ましたけども、昨日の朝鮮日報です。韓国の基礎受給生計給与生活保護ですけど、来年は4人世帯で月221万7563ウォンですって。4人家族で、日本円にして23万円。生活保護は。さっき日本の年収が23万円。23万円です。どうすんのこれ。情けない。差別をするな。人の良権を試そうとするな。人の出自を問うな。ただひたすら能力だけを問え。というシンプルなことをしない国を30年続けてきた結果、日本人の平均年収と韓国の生活保護の水準がほぼ一緒という時代がやってきました。それが差別のツケです。それが差別のツケです。僕、このお母さんの股の間から生まれてきたんですっていうことを叫び続けて30年。
日本人の平均年収と韓国の生活保護の水準が並んでしまいました。反省しましょう。金はなくなるんです。金がなくなるんです。人を差別してると。で、外国人差別じゃないですよ。この統計データを見ると、我が国の給料が上がらない理由は外国人差別じゃないということがよくわかると思います。Google 大先生の検索結果なんですが、国税庁の民間給与実態統計調査によると、日本全体の平均年収は 477.5 万円です。男女別では、男性が587万円、女性が333万2000円となっています。で、僕が小豆島に集めてツァーリンボンバでという田舎者の代表がこれです。逆です。これ逆ですからね。田舎者の代表を見ていただきましょう。本人はそのつもりはないでしょうけど、これが田舎者です。これ一言見たら、そら日本人貧乏になって子供生まれんはずやとのはわかります。低賃金で働く人がいるから上がらんわね。違いますよ。賃金上げないから、低賃金のままなんですよ。低賃金で働かせる経営者がいるからこうなるんです。低賃金のままで働かせてて、低賃金というイノベーションを生まない状況を作って経営者を甘やかして日本はイノベーション起こらない。イノベーションは何か言ったら人件費が高いからイノベーションって起こるんですよ。低賃金で働かすのが常態化してるところで産業革命起こったと思うか？奴隷経済があるところで産業革命起こったと思う？なんでジェームス・ワット蒸気機関作ったん？あっちからこっちへ動きたいから機関車を作ったんちゃうで。ジェームス・ワットがなんで蒸気機関作ったか知ってる？炭鉱を掘ってたらね、地下掘ってるから水出てくんのよ。で、その排水にね、石炭掘ってる人よりも、排水の方が、水汲む人の方が多い。もったいない。石炭掘ってる人も水汲む人も同じ値段やね。で、石炭は持ってきたら金生むけど、水ほかしたかって一銭にもならんやん。で、その水汲む妊婦さんの数減らしたいから、ジェームス・ワットはポンプを強力にするために蒸気機関を考えたんです。で、せやけどそれ日本みたいにどんな仕事でも低賃金で働かしたらええねんとか言うて、やっててみいや。蒸気機関作る必要なくなってくる。それをイノベーションって言うんです。安い労働力が豊富にあるところでイノベーションなんか起こりません。金払いたないなーって経営者が思って初めてイノベーションが起こるんです。金払いたないわーって思わさな。金払いたないわって経営者に思わせるからイノベーションが起こって機械化が起こって DX が起こるんですよ。DX は起こそうと思って起こるもんじゃないんですよ。賃金が高いから DX が起こるんです。100人かかる仕事を30人にしたいから DX は起こるんです。機械よりも人間の方が安いところで機械化なんか進むわけないやん。ほんなら強制的にできるのは何かだ。強制的な機械化なんかできひんの。経済的な合理性がないから。ということは経済的な合理性を生まなあかんねん。経済的な合理性を生むってことは強制力を持って賃金を上げる以外ないでしょ。最低賃金1500円とか言うとけど2500円でも安いぐらいですよ。韓国の4人家族の生活保護費が日本円にして24万円っていう時に日本の最低賃金どうすべきなのよ。4人家族の韓国市民が生活保護レベルだと24万円もらえるんですよ。韓国がブラジルの隣にあったら別に韓国に合わせる必要ないかもわからんけど、対馬の向こう韓国やね。で、人選とプサンあんねん。アメリカと中国に話してもうてる間が花やと思うで。えらいことですよ。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。